皆様こんにちは、セリナです。今回は10月14日よりディオール公式オンラインブティックで先行発売中、10月31日全国発売、ディオールホリデーメイクアップコレクション2025よりディオールショーサンククルールの限定色636ファイアリーサーカス912プラムパレード、ルージュディオールシークインリキッドデュオ100スペクタキュラーヌード420ピンクスター520イリュージョニストをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピスにて16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今年のホリデーの中でも特に注目度の高いディオールのアイシャドウが先行発売中ということで、パレット1色ずつのパーソナルカラーレビューと単色塗り、パレット全色を使ったメイクルックをご紹介していきます。そしてこちらの SNS でも話題沸騰中の限定のリップカラーも人気色3色を購入してみました。それぞれのパーソナルカラーレビューはもちろん、実際の発色や塗り心地、そして色移りについてもご紹介していきますので、少しでも参考になれば嬉しいです。他にも2025ホリデーコレクションのレビューはもちろん、人気アイテムの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。10月14日ディオール公式オンラインブティック先行発売、10月31日全国発売、ディオールホリデーメイクアップコレクション2025。華やかなサーカスからインスパイアされたクリスマスコレクション2025。アイコニックなメイクアップアイテムがフェスティブなゴールドとディオールを象徴するスターモチーフできらびやかな装いに。ご紹介するのはディオールショーサンクルールホリデーコレクション2025限定品636ファイアリーサーカス912プラムパレード、メゾンを象徴するカナージュとラッキースター、ディオールのシグネチャーバンドで飾られ、ゴールドのケースに収められたアイシャドウ。パウダー表面のパールピグメントが繊細なディティールを美しく引き立てます。華々しいサーカスを彷彿とさせる2つの限定ハーモニーがホリデーシーズンを彩り盛り上げます。636ファイアリーサーカスはタイムレスなゴールド、シャイニーブラウン、燃えるようなオレンジがセットされたコーラルハーモニー。まるで壮大なサーカスのフィナーレのように、まばゆい華やかな目元を演出します。912プラムパレードは、ライラクシェード、スパークリーホワイト、バイオレットの輝きを秘めたブラウンがセットされたプラムハーモニー。柔らかさと深みを兼ね備えた色彩で、神秘的で力強い目元を演出し、夢のサーカスを彷彿とさせます。続いて、ルージュディオールシークインリキッドデュオホリデーコレクション2025限定品100スペクタキュラーヌード420ピンクスター520イリュージョニスト。大粒グリッターが魔法のようにきらめくマットなリキッドルージュとウルトラシャインの輝きを添えるグロスの 2-in-1 リップカラー。リキッドルージュは高密着で鮮やかな発色を兼ね、マットフィニッシュにひときわ際立つ大粒グリッターを楽しめます。一方のグロスを重ね塗りすることで唇の輝きを最大限に引き出し、1アイテムで2つの異なる仕上がりを叶えます。100スペクタキュラーヌードはアイコニックなヌードカラー。420ピンクスターは温かみのあるテンダーピンク。520イリュージョニストは洗練されたローズブラウン。まずは大注目の限定リップ、ルージュディオールシークインリキッドデュオからご紹介していきます。ルージュディオールシークインリキッドデュオ、パーソナルカラーにおけると100スペクタキュラーヌードはイエベ春におすすめ。黄みの強いヌーディーベージュにレッドに近い鮮やかなピンクとゴールドのラメがきらめきます。付属のグロスはラメやパールが入っていない無色透明タイプです。黄み、明るさが得意な方、
イエベ春全般に使いやすいです。420ピンクスターはブルベ夏におすすめ。青みの強い落ち着いたローズピンクにゴールドとピンクの微細ラメがたっぷり輝きます。付属のグロスはラメやパールが入っていない無色透明タイプです。青み、明るさ、程よいくすみ感が得意な方、ブルベ夏全般に使いやすいです。420イリュージョニストはイエベ秋におすすめ。黄みの強い落ち着いたブラウンにゴールドとピンクのラメがきらめきます。付属のグロスはラメやパールが入っていない無色透明タイプです。黄み、深みが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけるとディープオータム、ミューティッドオータムにおすすめ。では1色ずつ唇の上にのせてみて実際のカラーや発色、塗り心地などを見ていきます。このリップはマット質感のリップカラーと無色透明のグロスの 2-in-1 タイプになっています。マットのリップカラーは摩擦を加えるとラメが出る仕様です。まずは100番スペクタキュラーヌードのマットから塗ってみたいと思います。はい、まずは100番のマットリップのみで仕上げるとこんな感じです。塗りたては高発色なマットタイプですが、塗ってから1、2分時間を置いてから摩擦を与えるとピンクやゴールドの大粒ラメがしっかり輝きます。かなり大粒のラメで量も多いのと、ベースもマット質感なので、ラメの立体感や華やかさが際立ちます。ベースのカラーは黄み寄りのベージュ系ですが、鮮やかなピンクラメがしっかり輝く効果で、黄みが強すぎる印象にならないところもすごく素敵だなと思います。マットカラーは一塗りで唇の色素をしっかり覆ってくれるような高発色タイプで、塗りたては滑らかなクリームテクスチャーなので、ムラにならず唇に均一にのせることができました。ただ、時間を置くと唇に密着する感じがするので、少し唇の水分が奪われてパサつきが気になる印象です。そこまでカサカサになるという感じではないので、マット質感がお好みの方はグロスなしでも過ごせるかなというイメージです。では、マットカラーのみの状態でティッシュへの色移りを見ていきたいと思います。ティッシュへの色移りはこんな感じです。ラメは若干落ちる感じはしますが、しっかり唇に定着させるとカラーはほぼ色移りしないです。そしてティッシュオフ後の唇もこんな感じでカラーが薄まったり質感が変わることもなく塗りたてのままを保ってくれます。ラメは若干ティッシュへ移っていましたが、ラメが取れている感じも気にならないです。ではこの上に付属のグロスを重ねてみます。グロスを重ねるとこんな感じです。マットカラーのみの状態でもラメがしっかり輝いていたので自然な立体感はありましたが、グロスを重ねることでよりぷっくり感が増す感じがします。グロスのツヤとラメの輝きが馴染むので、グロスを重ねた方がラメ感は落ち着いている感じがします。ベースのマットカラーも薄まることなく高発色を保っていますが、グロスを重ねることで色味が若干まろやかになって、マットカラーのみの状態よりも馴染みが良く使いやすい印象に変化するイメージです。ただ、グロスのブラシにはこんな感じで、ベースのマットカラーとラメが映る感じがするので、気になる方はグロスを一度手の甲に出して使うか、ティッシュでしっかりオフすると、グロスとカラーが混ざることなく安心して使いやすいと思います。こちらのグロスは少し厚みがあって粘度もあるタイプなので、マットカラーの上に重ねると唇全体がしっとり保湿される感じがして、冬場でも安心して使いやすいと思います。では、グロスを塗った状態でティッシュをオフしてみます。グロスを重ねることでティッシュへの色移りは気になります。色移りを対策したい方はグロスなしで使用するのがおすすめな印象です。ただ、ティッシュオフ後の唇はこんな感じで、グロスの強いツヤ感は抑えられますが、ベースに塗っているマットカラーやラメは落ちている感じが気にならないので、グロスを重ねても唇への色残りは変わらずな印象です。唇への色残りはグロスありなし、どちらも大体同じくらいな印象なので、ティッシュやカップ、食器への色移りも対策したいという方は、グロスなしがおすすめ。唇の乾燥が気になるという方や、自然なツヤ感もプラスしたいという方は、グロスありで使うのがおすすめかなと思います。
用途によって使い分けできるところもすごくいいんじゃないかなと思います。続いては420のピンクスターです。はい、420のピンクスター。まずはマットリップのみで仕上げるとこんな感じです。こちらは青みの強いローズピンクのベースに大粒のゴールドラメが華やかにきらめきます。先ほどご紹介した100番よりもラメの粒がさらに多い印象です。ではグロスを重ねていきます。グロスを重ねるとこんな感じです。やはりこちらもグロスを重ねるとラメが馴染んで自然になるので、日常使いをするときはグロスと組み合わせるとかなり使いやすくなるんじゃないかなと思います。ゴールドが程よいアクセントになって可愛いですね。最後は520イリュージョニスタです。はい、520。まずはマットリップのみで仕上げるとこんな感じです。かなり発色がいいので、落ち着いたブラウンカラーが唇を覆ってくれて、その上にピンクとゴールドのラメがだいたい同じくらい輝いている感じがします。100番や420と比較をすると、ラメは若干微細で落ち着いている印象です。では、グロスを重ねていきます。グロスを重ねるとこんな感じです。中に入っているピンクのラメがまんべんなく散りばめられるからか、グロスを重ねた方が血色感と柔らかさが出るような感じがします。モードでクールな印象のブラウンリップを楽しみたいときはマットカラー単色、大人っぽさと上品さを兼ね備えたブラウンリップに仕上げたいときはグロスを重ねるなど、その日の雰囲気によって組み合わせるのもおすすめです。では、ここからはホリデー限定のディオールショーサンククルールをご紹介していきます。まずは636のファイアリーサーカスです。636ファイアリーサーカス。パレット1色ずつをパーソナルカラーに受けると、左上は全タイプにおすすめ。ホワイトに近い淡い青みピンクがほんのり発色した上に、ゴールドとシルバーの微細ラメが艶めきます。イエローベース、ブルーベース、どちらの要素もあり、肌の色に近い淡いカラーなので、パーソナルカラー問わず、まぶたを整えるベースやナチュラルなハイライトとして使いやすいです。右上はイエベ春、イエベ秋におすすめ。黄身ニュアンスの明るいピンクブラウンにシルバーの微細ラメが光ります。イエローベース全般のベーシックカラーにおすすめ。中央はイエベ春、イエベ秋におすすめ。微細なパールで自然な艶めきを与える明るいイエローゴールド。程よくくすみ感がある効果で強い印象になりすぎないです。黄身が得意な方、イエローベース全般のアクセントカラーにおすすめ。左下はイエベ春におすすめ。明るく鮮やかな黄身の強いオレンジにライラックのラメが散りばめられています。黄身、明るさ、鮮やかさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ブライトスプリング、ビビットスプリング、ウォームスプリングにおすすめ。右下はブルベ冬、イエベ秋におすすめ。黄身にも青みにも寄りすぎないニュートラルなレッドにゴールドの微細ラメがきらめきます。イエローベース、ブルーベース問わず、鮮やかで深みのある色が得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ビビットウィンター、ストロングオータムにおすすめ。まずはパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りしてみて、実際のカラーや質感をご紹介していきます。まず左上のカラーです。今回のアイシャドウは華やかなデザインとは対照的にパウダーがしっかりプレストされていて、軽やかでさらりとしている粉質なので、カラーが一気につきすぎるということもなく、とても調整しやすいです。こちらは肌なじみのいいベースカラーですね。1色目単色塗りだとこんな感じです。まぶたの上にのせるとほぼホワイトに近いように発色しますが、やはり角度によって自然に淡い青みピンクのニュアンスも感じられるので、
まぶたを整えながら透明感も出してくれるベースカラーに使いやすそうです。ラメはかなり微細なので、どんなシーンにも使いやすそうです。続いて右上のカラーです。こちらも軽くてさらりとしている粉質なので、指塗りでも調整しやすいです。肌なじみのいい粉質がとても使いやすいです。2色目暖色塗りだとこんな感じです。指塗りで何度かしっかり重ねてもこのくらい明るさを保ってくれるので、暗く沈むアイシャドウが苦手という方にも使いやすいと思います。この絶妙なピンクニュアンスのブラウンがおしゃれでとても可愛いです。1色目と2色目それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて中央のカラーです。こちらはパールのツヤがとても繊細なイエローゴールドです。パールタイプなのでギラつかずに派手になりすぎないところがすごく使いやすいです。3色目暖色塗りだとこんな感じです。イエローゴールドのベースに同系色のパールがたっぷり輝いて、濡れたような繊細なツヤを楽しめます。パレットのイメージだと強そうなラメに感じますが、繊細で上品なラメというところがすごくいいですよね。続いて左下のカラーです。こちらは今回のパレットの中でも特に鮮やかなオレンジカラーです。鮮やかでしっかり発色はしますが、ほんの少しだけ落ち着いたくすみが入っているので、原色のような鮮やかさではないところが使いやすいです。4色目暖色塗りだとこんな感じです。カラー自体は鮮やかですが、粉質が軽くて肌なじみがいいので、まぶたから浮く感じがしないところが絶妙です。オレンジのベースにライラックの大粒ラメが光るところもアクセントになっていて可愛いです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。最後、右下のカラーです。こちらも今回の中ではかなり鮮やかなカラーですが、やはり肌なじみがいいのととても調整しやすいので、一気にカラーがつかない感じで使いやすいです。5色目、暖色塗りだとこんな感じです。カラー自体は鮮やかではっきりしていますが、指塗りをしてもこのくらい程よい透け感と馴染み感が残るので、シメルとしてはもちろんメインカラーとしても活躍してくれそうです。この絶妙なレッドピンクがディオールらしいですよね。5色目引きで見るとこんな感じです。では636ファイアリーサーカス全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左上のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。まずはこの肌なじみのいいカラーでまぶたを整えておきます。続いて左下のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。鮮やかながらも肌なじみのいいオレンジでしたが、ベースに左上のカラーを仕込んでおくことでより柔らかさが際立ちます。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。オレンジとレッドの組み合わせだと派手になりがちですが、この2つは鮮やかながらも肌なじみがいいので、意外と強い印象にならなくて自然なグラデーションに仕上がってくれます。続いて右上のカラーを付属のチップに取って下まぶた全体にのせていきます。上まぶたは鮮やかなカラー2色でグラデーションを作ったので、下まぶたは肌なじみのいいベーシック寄りのカラーでバランスをとっておきます。最後に中央のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。繊細なツヤカラーで立体感をプラスしていきます。636ファイアリーサーカス全色を使ったメイクが完成しました。パレットの中で一番鮮やかなオレンジをベースに、締め色にはレッドカラーを使用しましたが、全体的に軽くてさらりとしている粉質で肌なじみが良かったのと、ラメやパールも微細で繊細で上品なツヤ仕上がりだったからか、強すぎるカラーメイクにならないところがすごく使いやすいなと思います。華やかに仕上げてもこのくらいの上品さなので、使い方次第で色々なシーンに活躍してくれるんじゃないかなと思います。デザインの華やかさと使いやすさのバランスがものすごくいいなと感じました。引きで見るとこんな感じです。では912のプラムパレードをご紹介していきます。
912プラムパレード。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はウルベ冬におすすめ。ホワイトのベースに大粒のシルバーとホワイトのラメがきらめくグリッターカラー。青み、大粒ラメの強いコントラストが得意な方。ウルベ冬全般のラメアクセントにおすすめ。右上はウルベ夏におすすめ。明るく淡いライラックに微細なシルバーのラメがきらめきます。青み、淡さ、明るさが得意な方。ウルベ夏全般に使いやすいです。中央はウルベ冬におすすめ。グレーに近いかなりダークな青みパープルのベースにシルバー、パープル、ブルー、ライラックの大粒ラメがきらめきます。青み、深みが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ディープウィンター、クールウィンターに特におすすめ。左下はウルベ冬、ウルベ夏におすすめ。程よい深みを感じるラベンダーのベースに、ブルーやパープルの大粒ラメが散りばめられています。青みが得意な方、ブルーベース全般におすすめ。右下はウルベ冬におすすめ。ブラックに近いダークパープルにシルバーのラメがきらめきます。青み、深み、強いコントラストが得意な方、ウルベ冬全般の締め色におすすめ。まずはパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りしてご紹介していきます。まず左目のカラーです。もう一つの636のパレットと同様、この質は軽くてさらりとしていますが、ラメ感がしっかり乗る感じがします。1色目、単色塗りだとこんな感じです。ラメももちろんですが、ホワイトのベースもしっかり発色するので、目元をパッと明るくしてくれるハイライト効果を感じます。ギラギラしすぎない程よい大きさのラメが絶妙です。続いて右上のカラーです。こちらはかなり淡くて柔らかいライラックですね。透明感抜群で可愛いです。2色目、単色塗りだとこんな感じです。明るく淡いカラーですが、肌の色と混ざることなく、しっかり発色も楽しめます。中に入っているシルバーのラメが角度によって光って、絶妙なハイライト効果を与えてくれます。1色目と2色目、それぞれ着てみるとこんな感じです。続いて中央のカラーです。こちらはスウォッチ同様、まぶたの上でもかなりダークに発色します。ただこの質がさらりとしているのと、ラメも入っている効果で、一気にカラーがつきすぎる感じがしなくて、調整がしやすいです。3色目、単色塗りだとこんな感じです。ダークなカラーではありますが、指で何度かしっかり塗り重ねてもこのくらい馴染みがいいので、濃いめのカラーを使ってみたいけれど、カラー調整が不安という方にも使いやすいんじゃないかなと思います。寒色系の多色ラメが入っていますが、まぶたの上に乗せるとブルーのラメが一番際立つ感じがします。続いて左下のカラーです。深みのあるラベンダーカラーが大人っぽくて素敵です。4色目、単色塗りだとこんな感じです。右上のカラーと似ている印象ですが、右上は淡いライラックなのに対して、こちらは深みのあるラベンダーカラーで、このカラーの方がより青みが強く落ち着いている感じがします。様々なニュアンスの青みパープルが一つのパレットで楽しめるというところもすごくいいですよね。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。最後、右下のカラーです。こちらはブラックに近いようなかなりダークなパープルなので、目元にはっきり色をつけたい方の締め色におすすめです。ただやはりこちらも自然に透け感があるので、指塗りをしても意外と使いやすいです。5色目、単色塗りだとこんな感じです。ほぼブラックに近いような深みがありますが、角度によってパープルのニュアンスも楽しむことができます。さりげなくシルバーのラメが輝くところも上品で綺麗です。3色目の中央のカラーもダークなパープル系ですが、この2つを比較してみると、中央のカラーの方が明るめでグレーニュアンスのパープル、右下のカラーの方がブラックに近いかなり深みのあるパープルという違いがあります。5色目引きで見るとこんな感じです。では912プラムパレード、全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず右上のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。
まずは淡く柔らかいライラックをベースに仕込んでおきます。続いて中央のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。ダークなパープルを重ねて自然に深みを出していきます。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1にシメールとしてのせていきます。ブラックに近いダークパープルで目元にしっかり陰影をつけておきます。続いて左下のカラーを付属のチップに取って、下まぶた全体にのせていきます。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。ホワイトのベースと大粒の裏目で立体感を出していきます。636プラムパレード全色を使ったメイクが完成しました。かなり青みの強いパープルカラーが揃ったパレットだったので、全色を組み合わせても馴染みのいいワントーンメイクに仕上がりました。グレーやブラックに近いダークなパープルもセットされていますが、ラメやパールが効いていたり、軽くてさらりとした粉質で肌なじみがいいので、コントラストが強くつきすぎなくて、自然な透明感が残るところがすごく使いやすいなと思います。パープル好きにはたまらないパレットなんじゃないかなと思います。引きで見るとこんな感じです。はい。ではこんな感じで先行発売中のディオールホリデーコレクション2025をご紹介していきました。今回のコレクションはサーカスからインスパイアされたというのと、デザインもかなり華やかなので派手な印象に仕上がるのかなと思いましたが、通常の三角ルールよりも粉質が軽くさらりとしていて肌なじみがいいので、鮮やかなカラーも強くなりすぎなくてかなり使いやすいなと思いました。全国発売は10月31日からとなりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。